清朝第14王女に生まれながら、清朝服役の道具として剣謀家の川島難波の養女となり、成人してからは特務機関の日本人に惚れたがためスパイとなった彼女は男装の霊人と呼ばれ、その名を川島よし子と言いました。オープニングからして何ともバラエティ豊かな彼女ですが、そもそもなぜ清朝の王女なのにかかわらず、日本人の養子となったのか、まずそこから疑問に思いますよね。これから一つ一つしっかりと説明をさせていただきます。川島よし子は1907年5月24日、清朝第10代祝親王前期の第14王女愛新覚羅剣氏として誕生します。8歳になると、よし子は父である祝親王と義兄弟のちぎりを交わした川島難波という日本人の養子となります。さらっと言いましたが、なぜ中国人かつ王女であるよし子が急に日本人の養子となったのか、なんだかもう理解が追いつかないですよね。しかしよし子を語るのに欠かせない人物こそが川島難波その人なのです。川島難波とは、この頃日清戦争に勝利し戦勝国となった日本大帝国は、アジア諸国を支配下に置くため中国大陸を侵略しようとしていた時期でした。川島難波とはそんな対中国政策のために動いていた、いわゆる大陸浪人として活動していた人物でした。大陸浪人とは右翼団体、スパイ、不老者などと非常に様々ですが、彼らの目的は明治初期から第二次世界大戦終結の時期までにアジア同士の争いの中で日本のイニシアチブの確立を目指そうとしている活動家のことを総称します。そして難波もそのうちの一人でした。彼は放浪先に日本の租借地の一つであった満州に身を潜め、日本がロシアの侵攻を防ぐにはまずこの満州に独立国を作らねばなるまいと野望を抱くようになります。もともと難波は幼い頃からそのような政治観と危機感を持っていたことから、学生時に中国語を学んでおり、その語学力を生かして1894年に勃発した日清戦争に乗じて陸軍の通訳官として活動するようになります。1896年には台湾総督府官使に任命され、より政治的に活動していった難波は、1900年に義和団の乱が起こると、彼らが占領している紫禁城に単身乗り込み、なんと紫禁城の開城を成功させます。またこの義和団の乱にて御前大臣として西太后らの西安投票を手伝っていたのがよし子の父である祝親王でした。この功績により日本軍と清王朝の両者から川島難波の知名度が高まり、祝親王からも一目置かれるようになっていきます。またこの2人はともに満蒙独立国家思想という野望を持っており、難波は日本の未来を見据えての満州国建国を、祝親王は口述で出てきますが、清王朝滅亡の腹壁として満州国建国をと目的は同じであったのです。1901年に入ると、懸命に清朝存続をサポートしていた難波は、その功績から祝親王より斡旋され、北京警務学堂という警察官を養成する学長へとキャリアアップしていきます。またこの期間では祝親王と難波はいわゆる上司部下の関係であり、義兄弟のちぎりを交わすほど仲が深まったと予測します。1912年、辛亥革命が起きると清王朝は滅亡し、祝親王は北京から脱出し、難波も失意の中日本へ帰国するのでした。この時祝親王一家は満州の旅順という区に移り住みます。旅順には日露戦争で奪取した旧ロシア軍艦舎があり、日本政府より提供されました。この頃5歳ほどの剣士もそこで数年間生活をするようになります。川島よし子として。清朝滅亡から3年後の1915年、祝親王は川島難波に君におもちゃを進呈しようと8歳の剣士を養女として渡しました。自分の子供をおもちゃ呼ばわりって
なかなか宿心の嫌味を感じてしまいますが、ただ、日本に養子を出すということは、少なからず満州国建国への支援を願い、そして託したんだと、思います。子供のいない川島夫妻はその申し出を喜んで受け入れます。当初、浪速は賢秀を男の子として育てた方らしく、義雄と命名し名乗っていた時期があったそうです。このような家庭で来日したよし子は、川島夫妻が住んでいる東京の赤羽にある家に入居します。そこからよし子は豊島師範附属小学校へ編入します。小学生時代のよし子は大変頭が良く、もう帝王学を学び、他にも法律関係や経営論などを学んでいたそうです。どんな小学生なのか。そのような環境を継続したままよし子は中学生になり、跡見女学校へと入学します。しかし高校生になると、川島一家は浪速の出身地である長野県に移り住みます。その理由として、浪速が清朝崩壊から自身の夢であった満蒙独立国家思想を実現できなかったことで、長年精神的に落ち込んでおり、都会では政治家として有名だった彼はそこに居づらくなったためだと言われております。浪速の出身地である長野県に移り住んだよし子は聴講生として通学するようになります。なぜ入学ではなく聴講生なのか。なぜよし子が聴講生という、選択をしたのかが、資料不足のため、ちょっと説明が不明確なんですけれども、おそらく彼女が日本に留学しに来ているという点と、あと、立場が王女であるという、ことを加味して、そういった事情が、絡んでいたのかもしれません。高校時代のよし子はそれは美しい少女へと成長していました。それに伴い品格が相当あったそうで、クラシック音楽を好んでいたそうです。それとこの時期、よし子にはこんなエピソードが残されています。まず、彼女は成績がとても優秀で、通学時にはなぜか馬で通っていたと言われており、その姿はとても颯爽としていて、他の一般女子からとても人気があったそうです。また、教員免許を取得するために教育実習生として来ていた大学生に向かって「おい君」と、一応先生という立場の人に向かってそのような態度をしていたそうです。なんかもうこの頃になると男装の霊人としての片鱗が見えてきてますよね。やっぱり王女としての品格がそもそもそうさせるんでしょうか。個人的には本当しびれるぐらいかっこいいと思いますね。しかしよし子は学校を突然休んだり、登校しても気分が乗らなければ勝手に下校したりと、そういった意味でも自由奔放だったと言われております。反面、彼女が一人で教室にいるときは寂しそうに母国の歌を歌っていたそうです。こういうエピソードはさすがに年相応な様子が垣間見えますよね。とにかく彼女は顔よし、頭よし、育ちよし、川島よし子という感じで、周囲の人も納得していたことでしょう。また、この時よし子は初恋を経験します。そのお相手は日本軍の軍人山賀徹という人物で、軍人ということで政治家の浪速とも関わる機会が多く、たびたび川島邸を訪れていたそうです。そこでよし子と出会い、2人は急速に仲を深めるようになっていきます。この時のよし子は16歳で年頃だったこともあり、そして山賀はとても真面目である上に好青年だったこともあり、2人は青春を謳歌しました。しかし山賀の方は軍人という立場もありながら、よし子との恋愛にうつつを抜かしていたのを見かねられた上司から、女を取るか軍人を辞めるか今すぐ選べと言われてしまい、時代が時代だけに苦渋の選択をして中国へと転勤してしまったのです。この時のよし子は大変なショックだったと思うんですけれども、次の動画で出すんですが、実はここで山賀とよし子は生涯のお別れというわけではないんですね。ただこの同時期にまたもよし子に暗転の運命が訪れるのです。祝親王の死。1922年2月、川島家に
よし子のジップである祝親王の帰得という知らせが入ります。すぐさまよし子は高校を休学し、浪速と共に中国へ渡ります。しかし当時の交通手段はもっぱら列車や船で移動するので、日本から満州国に移動するのには日数がかかります。その間に祝親王は亡くなってしまったため、よし子は父の死に目に会えなかったのです。また同時期、よし子の実母も亡くなります。さらに半年後、よし子が日本へ帰国すると、高校の復学をなぜか認められませんでした。理由としては、当時の校長から校内の秩序を乱すとされ、そのまま退学を言い渡されてしまったのです。そのまま数年が過ぎた1924年10月6日の晩、よし子が寝ていると、なんと浪速から関係を迫られるという事件が起きます。後によし子は手記でこのように記しています。川島家のことは今も今後も口にしたくないと思いますが、今も忘れられないのは10月6日夜9時45分、私が永遠に女を生産した日ですと記しています。おそらくよし子の両親がもうおらず、浪速はそういった配慮をする必要もなくなったためか、そういった蛮行をしたのかもしれません。この時よし子は18歳。彼女はその日に女を捨て、男として生きる道を選択したのです。その後、坊主頭に袴姿のよし子は新聞にも掲載されるほど世間から驚かれました。後にこのことは彼女が男装の麗人として世間から名を馳せる人生の転換期となったのでした。